して、アミンさん許して。いや、先輩にだって人権があるんだから。こんなの絶対おかしいよ。スネーク、どうしたんだ。スネーク、スネーク。収容所に到着したらマップ右上に移動します。3つ目の B1 レーションを入手するためです。 B1 レーション自体は必ずしもここで入手する必要はないのですが、卵が帰るまで待つ必要があるのと、敵をおびき寄せることが同時にできるため、ついでに入手する形です。以上の下ごしらえが完了したら入り口で卵が帰るのを待ちます。最後の休憩時間です。待つだけなので加速。生命の神秘をしみじみと感じます。あとはフクロウが鳴くのを待つだけです。フクロウが鳴くと敵兵が入り口のロックを解除してくれますので、先に進めるようになります。夜を目印にして解除するそうですが、フクロウの鳴き声だけで解除するというとんでもないムーブ。一番奥の建物に向かいます。どの建物にマルフがいるかまでは誰も教えてくれなかった気がします。掃除機に注意しつつ進みます。メタルギア1と同様、キー番号は暗記する必要があります。本作では複数のキーをまとめたレッドカード等がありますが、 RTA では当然入手しません。先ほどマップ右上で敵兵をおびき寄せていたため、この通路をすんなり通ることができます。敵兵2人を無力化しつつエレベーターを起動します。1人目はコンテナギリギリじゃないと見つかります。エレベーターは地下3階直行です。いつもの音楽じゃない。俺はファンの一人だ。スネーク、気をつけろ。誰だお前。人を気安く呼び捨てにするなボケ。ということでフライトフライト戦です。動画の位置まで移動し、グレネードを一定間隔で投げ続けます。今のところこの方法で多少時間は前後しますが、確実に倒すことができます。見えないがゆえに特に弾幕がもなく倒しました。ちなみに底なし沼と同様可視化することはできません。潜入ポイントから大事に集めてきた B1 レーションをここでお集約使用します。 B1 レーションにはチョコレートが含まれており、酸を中和できるとミラーが通信で教えてくれます。このように発言がおかしいミラー教官ですが、一応役に立つことも言ってくれます。あそこまで戻るしかないのか。トライアル。先ほどの3の部屋に入り直してきてる通信で再度かかった機械に戻る必要があります。トライアル。道中の CPU に注意する点はないので補足します。本作の RTA について特殊なグリッチなどもなくほとんどグリッチレスと言って問題ないかと思います。メタルギア1と比べてもボスをスキップできなくなっていたりしねないので、デスルーラみたいなこともできませんし、シリーズタイトルとしては結構有名だと思うのですが、スピードランとしてみた場合走者が少ない。このようなことも相まって私みたいなやつでも記録が出て解説動画が作れるのかなと思っています。説明が後追いになりますが、この高草地帯に戻る作業が最後のあそこまで戻るしかないのか。になります。この後は怒涛のボスラッシュが訪れますので絶対見てくれよな。トライアルマキシマムドライブ。 9.8 秒。それがお前の絶望までのタイムだ。そうよ、私は帰ってきた。ということで収容所うるせえ。この通信はジャングルイーブルがカード9を持っているという通信です。ちぐはぐ通信になっています。マルフ博士、お待たせしましたね。守れなかった。残念ながらマルフ博士は拷問に耐えられませんでした。楽しいな。君が殺したんだろ。認めたらどうなんだ。お前がやったんだろ。いい加減認めろ。誰だ。私は君と違って忙しいんですよ。なんとマッドナーは
メタルギアを完成させるため二重スパイをしていました。人間のクズがほらほら。なぜか訓練も受けていない老人研究者にあっての首を絞められるベテランとしてる大会ここで当コース面線で残しておいた地雷を使用します。すべて設置したら反対を向いてマットナーにもしていなかった場合はだがこれでいい。ロッカーをブローチ火矢で開けカートリッジを入手します。これでようやくカートリッジを入手できないです。ふざけんな。こんなの絶対おかしいよ。ということでここで B サンデーションの出番となります。ハムスターをロッカーにおびき寄せて排除します。このハムスターは某アニメのハムスターと異なりブレると体力に関わらず即死です。テンションなしでカートリッジを取得する猛者もいるようですが RTA ではしません。小ネタとしてカートリッジがあるマップには11匹いますが部屋を移動すると10匹に減ります。 MSX 版では11匹のままだったのでおそらく移植ミスなのではないかと思われます。今度こそカートリッジを回収します。ようやく1つ目の大きな目的を完了しました。やった生きてる。地雷を7発受けて生きているとはどんな体しとるんや。ランニングマンも爆発したのにまたまた小ネタですが本作のボスの中で爆発しないのはマッドナー博士だけです。マジかよマジだよびっくりした俺。メタルギアの破壊方法を教えてもらいます。メタルギア1と違い右と左を組み合わせた変な破壊方法はやめたようです。これで安心だぜ。なんか言わんのかこれだけ落下したのに生きているのは謎ですが声のする方向へ向かいます。右の部屋はグレネード、下の部屋は弾薬、左の部屋は寝ません。ダイヤモンドクレバスであった時と違い塗装が完了したメタルギア D 戦です。移動は上下のみ攻撃は機銃とミサイルだけですので特に恐れることはありません。注意点は1点だけ接触すると踏み潰されて即死扱いになります。教えの通りグレネードでしか破壊できないこれが決まった場合は部屋を出て回収に向かいましょう。今更感のあるコメントですが一部のボスを除きメタルギア1の王道ボスから内閣することが可能です。上下に移動しながらグレネードを投げるだけで倒せます。止まっている間に最大4発は取られます。と言っている間に撃破しました。爆破シーンは結構長いです。マジ北斗七星の横にある星を貴様は見たことがあるか。全身が燃えているシーンを再現したかったのだと思いますがなぜ頭を燃やしたのか。これがわからない。全てのアイテムを捨てたらグレイボックスを追い入らなかった左の扉へ向かいます。だからこれは私とあなただけの配信ですわよ。通常プレイでは地雷を恐れつつ殴り合いですが RTA では地雷を活用します。どうやらここまでのようだな。ブラッキークロスの形に飛行をついたお前の紋章を抱いて死ね。俺の命はひどいよ早すぎるよ。いつ奪われたのか分かりませんがカートリッジを取り返しました。あとは声の導きのままに進みます。いよいよ最終ボスのビッグボス戦です。こちらは素手ですが相手は重武装のため勝ち目がありません。即席の武器を下ごしらえするため攻撃をかいくぐりつつ進めていきます。できるだけダメージを負わないように。ビッグボスの攻撃は銃撃だけですが接触してもダメージを負います。銃撃はできるだけかわしましょう。あとはチャートに従ってアイテムを入手していくので倒し方の詳細についてお話しします。本カテゴリーでバリエーションが使えないためボスと同じマップでタイマンを張ることはほぼ不可能です。そのためこれから作る火炎放射器が隣のマップの敵にも当たる仕様を活用します。レーダーを見ながらビッグボスと直線上の位置を合わせこちらのマップに移動してくる少し前に攻撃します。するとボスがこちらのマップに移動してくるときはダメージを受けているエフェクトが続くため接触ダメージ等を受けることなく一方的に攻撃することができます。スネークは火炎放射器の膠着が解けたらすぐにビッグボスがいないマップに移動し同じように車線を合わせて火炎放射器を撃つ反復動作をします。ボスはランダムに軸をそらすことがあるためその時は車線を修正してください。一番のポイントはとにかく同じマップにいないことです。銃を撃ってくるのも同じマップにいる時だけです。ということでビッグボスの倒し方についての説明は以上です。火炎放射器の準備ができましたのでここからようやくまともに戦うことができます。先ほどの解説に従い倒します。
12発で撃破可能です。スネークは一生懸命戦っている。全てが終わりましたので、誰か忘れているような気がしますが、脱出しましょう。動くな。ここで死ぬかここで死ぬか、どちらだ。死ぬのはお前を殺す。未来が変わってしまった。タイムパラドックスだ。剣が切れるぞ。脱出支援となります。例によってレーションが使えないため、ノーダメを目指します。ダメージを受ける想定は、エレベーターとヘリを待つ脱出ポイントです。脱出ポイントで、体力の大半を持っていかれるため、エレベーターまでで、無駄に体力を削るのを避けましょう。移動に関しては道なりなので、迷うことはないです。脱出ポイントに到着したら、一旦、ヘリとの強制無線が入る場所まで北に動いてください。フラグが立ちません。これでフラグが立ちます。あとは、一定時間経過するまで敵兵を倒さずに逃げ回ってください。一定時間経過後は、敵兵が2名ないし1名に減りますので、その兵士を倒して誰もいない状態で弾を撃とうとすると、弾切れを起こすメッセージが出ますので、ここでタイマーストップです。やったー。もう許さないからな。囲まれちまってる。待たせたな。1分ちょうだよ。お邪魔するわよ。まだ間に合うわ。まだやり直せるからな。俺もうね、逃げる。最後のコードネームはエンディングの後なので、待ち時間は加速。RTA 時間のマイナス約2分少々が IGT 記録となります。最後に、スネークのミッション成果について見ていきたいと思います。結果発表。まず、潜入ポイントで、キャンベルから指示があったマルフ博士の救出についてです。博士自体は死んでしまったものの、オイリックスのデータは入手できたので、達成できたと言えるでしょう。もう一点、トリセツに載っている世界を、核の脅威から守れについては、疑問符が残ります。トップのビッグボスは崩れましたが、メタルギア1のように施設が爆発したわけでもありませんし、メタルギアについても多数ある中の一つを破壊したに過ぎませんので、核の脅威から守りきったとは言えない気がします。それでは、完走した感想ですが、セーブしていない状態で死んでしまうと、その時点で終わってしまうため、なかなか厳しいカテゴリーでした。そしてブラック忍者。君だけは許さない。PS3 の HD コレクション版での主な運営要素としてブラック忍者、30階の鳩、ジャングルイーグルとなります。ビンクボスの称号を取るだけなら、セーブロードを繰り返せば、なんとかいけますが、記録を出すとなった途端、非常に難しくなるカテゴリーです。走者が少ないのにも納得できました。ここまで見てくださった皆様へ、少しでも面白さが伝われば幸いです。ありがとうございました。それだけじゃない。